思います。イエイ。いやー、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。いや、早いですね。しかし今週も土曜日がやってまいりました。いやもうね、今日はね、隅田川のですね、隅田川花火大会っていうね、ちょっと大きい花火大会がですね、毎年やってるんですけど、それをちょっと見ておりまして、はい、ついさっきまでね、ずっとうちの親戚連中もね、みんなやってきてですね、もう甥っ子もみんな来て、もう大騒ぎだったんですよね。もうおじさん疲れちゃって大変でした。もうね、その前も午前中からもうこれのね、準備のためにね、大片付けをしてですね、はい、昨日はですね、夜ね、久しぶりにロボ友とですね、はい、飲み会などをやっておりまして、いやもうね、夜まで帰って夜まで飲んで、でもうほんと終電近くぐらいに帰ってですね、でそこからね、仕事が忙しかったからね、生配信何の準備もしてなかったんで、はい、そこで帰ってからサムネを作ってですね、何をしようかって考えてサムネ作って、投稿準備して X のポストの準備してとかっていうのを夜中今度やってですねもう大変。いやなのでね、ちょっとね、かなりグロッキー気味ですなんか毎回同じようなこと言ってるんですけどね、もう今回もちょっとグロッキーっすね。いやということでですね、ちょっとお酒などをね、ちょっと体に入れつつですね、ちょっとアルコールが自分のね、この体に染み込むまでのね、時間がちょっと必要なんですよね。ということでですね、ちょっとようやっと落ち着いてきました。はい、ですね、ちょっとまあそうだな、先に言う前にちょっとやっちゃった方がいいですかね。ちょっとですね、いろいろ皆様にねお伝えしなきゃいけないななんていうことがあって、ちょっとね、X ですとか、YouTube の投稿欄ですとかね、そういったところでちょっとお知らせさせていただいてるんですけども、はい、来週のですね、生配信、8月1日に、配信予定の生配信なんですけど、はい、企画をちょっとね、検討しまして、以前やったですね、俺合体コンテスト、こちらの方をね、満を持してまたね、第2弾をやらせていただきたいなと思いました。イエイということでですね、着々と X の方で準備を進めているんですけれども、はい、もう皆様のもしね、俺合体を発表できるような俺合体がねございましたら、もう何でも結構です。別に特段ね、そんな激しいレギュレーションとかないので、ちょこっとアレンジしましたよみたいなのでも軽くね、いつもとはね違うような遊び方をしてますよみたいなのをがねございましたら、写真を撮ってですね X の方で投稿してください。ポストしてください。その際にですねハッシュタグ、俺合体コンテスト2026と、はい、打っていただいてですね、そのハッシュタグをつけた上で投稿していただきますと、投稿していただきましたら、はい、8月1日のですね生配信にて順々にですね皆様の
俺があったよですね、配信でこう発表させていただきますので、はい、もしねそういったものがございましたらどしどしX の方でポストしてみてください。ぜひね多くの方のポストをいただければななんていうふうに考えてますので、僕の方のですねX で流しております俺がたいコンテストのですねご紹介のポストがございますので、もしよろしければそちらの方ね拡散にご協力いただけたらなと思います。いいねとリポスト、こちらをぜひぜひやっていただけたら大変幸いですので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いやね、もうなんかイベントやりたいなってずっと思ってたんですよね。まあ、リアルのねオフ会もいいなって思ってたんですけど、なかなかねあれも大変ですし、準備もねなかなかできないし、結構リアルオフ会ってなるとね、いろいろね大変になるので、やはりねここは配信にて、はい、俺がたいコンテストが一番いいのかなと思いまして、はい、企画させていただきましたので、ぜひぜひね、X のアカウントはお持ちでしたらぜひ参加していただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたしますね。この早めにね言っとかないとねアーカイブでね見ていただける方もいらっしゃるんですけども、やっぱね最初の方を言っとかないと、はい、拡散できないので、ちょっとねレビューの前に言わせていただきました。コメントいただいてます。スネマさん、こんばんは。ちょい遅刻。どうもスネマさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。ケイタさん、こんばんは。久々に生配信参加できました。最近週末になると子供たちの体調悪くて添い寝、一緒に寝落ちしちゃってました。花火綺麗でしたね。神奈川は雷ゴロゴロしていてびしょ濡れになりました。どうもケイタさん、よくお越しくださいました。ありがとうございます。なかなかねパパさんは大変ですね。そっか、そうですね、まだちっちゃいですもんね、お子さんね。まあね添い寝して寝落ちはもうあるあるですね。もうしょうがない、ちっちゃいうちは。そうそう、その花火大会ね、隅田川花火大会でね、こっちの方も雨予報だったんですね、ちょっと今日も。で昨日もね雷で雷雨で突然ね夕方ぐらいにドシャーっと降ったんですけど、今日もねそんな感じになるんじゃないかみたいなね。しかもスタートがね、7時からスタートだったんですけど、もうね7時ジャストから雨が降り始めるみたいな、そんな予報だったんですよね。だけどねなんとか天気持ちこたえてですね、花火大会が終わってすぐぐらいにポツ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 来ました。だからね、神様がなんとかこう雨を食い止めてくれていたようですね。だから非常に花火の方はね雨も全く降られずに、はい、見ることできましてラッキーでした。スネマさん、なんですって俺がたいコンテスト、ちょっと何か考えてみます。スネマさん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。1人ですね5つまでポストいただけますので、ぜひぜひ何かございましたらコンテストに参加してみてください。いやまだねもう体にこう疲労物質が溜まっておりまして、なかなかね頭が回っていない状態なんですけれども。はい、ということでですね、ちょっとねおもちゃなどを触りながらですね、いろいろちょっと語りながら、はい、生配信の方ねやっていきたいなと思います。そうだ、その前にですね、そう前回
コンバトラー V ね、やらせていただきました。こちらですね。じゃじゃん。前回やらせていただきました、はい、アクショントイズのミニアクションシリーズのコンバトラー V、こちらの方のレビューをさせていただいたんですけれども、まあこれをやったのはね、昨今ね言われていたコンバトラー V のね超合金魂のリメイク版、これが出ましたよっていうところで、まあ非難合々だったわけですけれども、先週の段階ではね、はい、それがね、でその段階でまあそういう話があったので、まあそのねデザインの話とうんぬんかんぬんっていうことで、こちらのねミニアクションシリーズコンバトラー V を出しに使ってですね、いろいろこう語らおうというね、そういう企画で前回やらせていただいたんですけど、その際にですね最初の方に申し上げさせていただいたのは、非常にねちょっとねアレンジが効きすぎちゃってるというかね、あまりにもちょっとやりすぎちゃってて、で非難がねかなり出てたんですけれども、ただまだわからないと、何かがあるかもしれないよと、ただのリメイクのコンバトラー V で終わらないで、何かねこの今デザインのね感じで、かなりねマイナスになっちゃってますけれども、もしかしたら追加のね何かギミックがあるかもしれないと。で下手したらね長谷川先生のお書きになられたねビクトリー5のね強化合体メカンとかがあるかもしれないじゃないかと。そしたらそれも帳消しになるかもしれませんよなんていう話をさせていただいたんですけれども、昨日出ましたね。もうまさにそれって感じです。ビクトリー5のコンバトラー V6、長谷川先生がね漫画版の漫画版っていうか、なんだろう長浜ロマンロボシリーズのですね続編っていうのもちょっと違うんでしょうけど、はい、トリビュートしたですね漫画があるんですけど、その際にですねビクトリー5専用のですね追加強化合体メッカみたいなのが出てきてですね、それと合体することによってコンバトラー V が強化形態にパワーアップするんですね。それがコンバトラー V6 っていうのがあるんですけど、でこれねコンバトラー V だけじゃなくてボルテス5もそうなんですよ。ボルテス5もねパワーアップして、ボルテス7だったっけとかにね合体するんですよね。だからそういうのがあって、合体機構があったらそのね今アレンジがねアレンジでかなり叩かれちゃってますけど、そのマイナスをね補うぐらいの追加機能があるかもしれないので、ちょっと今は様子見しましょうみたいな話をさせていただいたんですけど、まさにぴったしカンカンって感じでしたね。ちょっとね今出してみますので少々お待ちを。ちょっとねパソコンの画面をちょっとさせていただくんですけれども、よいしょ、これですね、これです。このね V6、 これとその分離メカですよね。これが分離メカがね意外とカチッとしてる感じ。コンバトラー V よりかちょっと箱箱しいというか、結構かっちりしたね感じになってるのかなと思いまして、でこれが CG ですけれども追加用のメカですよね。でこれは CG でプロモーションの映像で出された V6 ですね。長谷川先生の原作のデザインとはまたちょっと違うんですけれども、こういう感じのねパワーアップメカになりましたよというところです。よっこいしょ。いやーちょっとこれ画像荒かったな。もうちょっといいポストがありゃよかったですね。
今パッと探して出てきたのがこれだったので、これでいこうなんつって用意してたんですけれども、ちょっと開いてみたら意外と画像が悪かった。まあでもなんとなく分かりましたよね。それとあとオタファさんがそのね、超合金魂のコンバトラ V6 のね、解説動画出してますので、そちらもなかなかね素晴らしい見応えで、ただまあそのなのでまあその際にね言っていたそのアレンジがねちょっとどうかなって思いますけど、もしかしてこのね強化合体っていう今までにないねギミックが追加されるってなると、またちょっと話が変わってくるんじゃないのみたいな、そんな話がありましたので、ただねなんかちょっと僕はいやいいですよ、素晴らしいと思います、こういうのはね。ただねちょっと満額で手放しで万歳はちょっとまだちょっと違うかなっていう感じもあるんですよね。いや長谷川先生のV6 をやってくれるんならやってくれるで、いやもうなんだろう、このプレーンのコンバトラー V に合体させてくんねえのかなみたいなねなんか一回下げてからの上げるんなんで、なんだろう、蔵前ゼロになってるというかね、せっかくの V6 でうわーなんて思ったんですけど、なんかちょっとなんか手放しで喜べない自分がいるみたいな。いやだったら前やってたさ、前一回リメイクしたんですよ、超合金魂の コンバトラ V って。だからそのねリメイクした豪華版のやつに追加で合体できるメカを出してくれりゃいいじゃんとそんでねリメイクされたやつをさ再販かけて、でこのタイミングでね出してくれたら一番いいのにななんて思って、ちょっともやりましたね。いや素晴らしいんですけどね、合体メカが出てね、まさかビクトリー5のねパワーアップメカたちが出てくるとはって。でしかもね僕あれ出してくれるとしてもSMP とかで出ると思ってたんですよね。だからいきなり超合金魂なんだと思ってちょっとびっくりしましたけど、なかなか素晴らしいですね。ケイタさん、マチさんの俺合体コンテスト待ってました。こういう機会ないと俺合体ロボなかなか見られないので今回も楽しみです。ケイタさんありがとうございます。そうそう、ケイタさんもねリツイートでご協力いただきましてね、大変ありがたいです。でしかもケイタさんもねもう作品ね出していただいておりますので、ぜひぜひX の方でね俺合体研究所俺合体コンテスト2026のハッシュタグで押していただけますとね、皆さんのやつがバーッと出てきますのでね、ケイタさんのやつももうね何個も出てますので、ぜひぜひ事前にねご覧になるのも楽しいんじゃないかなと思います。千葉さんこんばんは。明日俺合体コンテスト用に過去作を取り下ろします。千葉さんよくお越しくださいました。ありがとうございます。いやぜひぜひよろしくお願いします。投稿お待ちしております。よいしょ。千葉さん、コン V6 好きだけど差し替え余剰が惜しい。まあね、魂 V6 コンセプトと客層のズレを感じましたね。いやね、そう千葉さんもねこれに関してツイートもなさってたんですけど、僕も同意ですね。ちょっ
確かにその客層のズレっていう部分は確かに否めないなっていうのはおっしゃる通りだなと思いますね。やっぱりこうどこまで行ってもコンバトラー V ってやっぱりこうメインはおじさんなんですよね。だね、新しい層の多分ねスーパーロボット対戦で出会って入ってきた新しいお客様というかねっていうのはやっぱり古の昔のロボって感じだと思うんですよ。でその時の時代の潮流で育った子供たちはその時のデザインコンセプト的なのに惹かれると思うし、またね自分が子供の時にワクワクしたものがその人の人生におけるねプライオリティの高いロボ玩具になりますのでね、例えばビーストウォーズで育ったね子供たちはビーストウォーズ系のねああいうロボが好きになるでしょうし、難しいですよね。だからコンバトラー V にものすごく執着するのはやはり子供の時にコンバトラー V のおもちゃでもうね心を焼かれた世代の人だと思うんですよね。だからメインって言っちゃうともうね60近いと思うんですよ。さすがに60近くなとパイとしてやばすぎるんで多分ね50代40代後半あたりの客層を狙うと思った方がいいですよ。そういう風に、ターゲッティングするべきだと思います。でそういう人たちはやっぱりこう長谷川先生のねビクトリー5もめちゃめちゃね興奮して読んでいた人たちだと思いますんで、パワーアップコンバトラー V なんていうのが出たらもう多分飛びついちゃうと思うんですよ。であるならばちゃんとその人たちが夢見れるコンバトラー V を用意せんかいということなんですよね。だからねでしかもそんなに複雑回帰なギミックじゃないんですよ、あれ漫画見てて。こうねメカがバコーンと5個ぐらいのアーマーパーツに分離してそれがコンバトラー V にガチャ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 と取り付くだけなんですね、はっきり言うと。だからそんなに激しく複雑でもないでしょうし、なんかねこう側にパカッと挟み込む系の固定ジョイントであれば変な話既存のコンバトラー V に装着する形で設計することだって可能だったと思うんですよね。だから無意味に新規造形をかける意味もそんなにないし、た超合金魂もともとの超合金魂のコンバトラー V がすごいいい出来だったんで、それにアーマーパーツだけね目玉商品として出してくれりゃいいのになとね。でしかもね無駄な養生パーツというねなんかねちょっとやっぱどっかちょっとずれてんだよな。なんかもったいなって思っちゃいました。もう正直な話もったいねえっていう印象ですね、僕も。すごいいいのにすっごいワクワクしたいのになんかちょっともったいないなーっていう感じがしましたね。男仮面ライダーセイバーさん、コンバトラー V かっこいいですね。どうも男仮面ライダーセイバーさんよくお越しくださいました。ありがとうございます。いきなりね先週に引き続きコンバトラー V の話から始まるというねケイタさん V6 って初めて見ました。全然知らなかったです。結構ね知る人ぞ知るみたいなところですからね。皆様が当然に履修しているっていうような類のあれではないですからね。だけどねその長谷川先生の
このスーパーロボット系の漫画もこんだけね拾われるっていうことは、鳥獣騎士ダンクーガバーンも拾われてもおかしくないみたいなね、そんなことを言ってるツイートがあったので、思わずリツイートしてしまったんですけれども、僕もぜひぜひそれはね、そこまで言ってほしいなと思います。だから超合金魂じゃなくていいよマジで。SMP でいいって思います。だからもう超合金魂はもう出しちゃったんだからしょうがないんですけど、いや SMP で出してほしいっすね。SMP で商品化してほしい。あれもボルテス5もボルテス7も SMP で出してほしいですね。今現在の現行の SMP コンバトラー V と SMP ボルテス5に追加パーツとしてね、合体できるような新規造形メカ、それと今出てるコンバトラー V ボルテス5の再販をかける、こういう形でぜひやってほしいっていうのはね、やっぱね高すぎるって、やっぱりちょっとすごすぎますよ。ついていけねえって感じだって。今日も超合金魂のエクスカイザーがね発送になって、結構ねもうレビューされていらっしゃる方がちらほらいるじゃないですか。でね、素晴らしい出来だ、かっこいいっていう感じで上げられてて、いやそれはそう大変素晴らしいなと思うんですけど、だってキングエクスカイザーの段階で4万っすよ。4万超えっすよ。でね、ドラゴンカイザーだって当然そんぐらいするでしょうから、じゃあ全部合体させたらね9万近くなるんですよ。いや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 って感じじゃないですか。超合金魂かってねやっぱねちょっと最近おかしいっすね。なんか変ですよ世の中。プラスチックの高騰だとかなんだとかって言ってますけど、あれはそのニュースの言ってることをなんかそのまんま真面目に受け取らない方がいいですよ。あれナフサの件だって嘘だったわけで、中間業者米高騰の時と一緒なんですよね、構図としてね。だから玩具の高騰とナフサはあんま関係ないっていうか、いや関係あったとしても、関係あるっていうんだったらバンダイの調達部の無能さっていうのがすごいなっていうのもあるし、なんかこういう理由をつけてロボータからね手よく搾取してるだけじゃんって思うんですけど、あげられるだけあげてやろうみたいな、なんか理由つけてね。だって米だってそうだったわけじゃないですか結局。で蓋開けてみたら2026年の春先に出荷する分が世の中に出る前に米余り状態だっつって、この中の倉庫どうやって履ければいいんだっつって補助金出せって騒ぎ始めたんですよ。おい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 ちょっと待てと、数週間前まで米不足だから米高騰だとか言ってたじゃねえかみたいなね、嘘じゃんあれ全部。でもねだってねテレビのニュースとかで散々やってましたからね、米不足で米高騰って。全部嘘だったわけですからね。でもその嘘だったことを一切言わないじゃないですか。あれナフさんもそうっすよ。だからプラスチックの原料高騰とかね、石油のうんぬんかんぬんとかね、イランのね石油のね止めたことによっての先物で先物レートが上がって、その分ね石油の値段が高騰したからね、重油のね輸送費も上増しになってうんぬんかんぬんみたいなことね、一生懸命ねお勉強したロボータがね言うんですよ。だから仕方がないみたいな。でもおかしいと思わないって思って。だって倍ぐらいになってますよ
ここ3年ぐらいで。3年もっと前、もっとスパン短いか、多分1年半か2年ぐらいで多分相場倍になってますよね。超合金魂だって高いやつでも前だって2万ぐらいだったじゃないですか。2万で高かったですよね。これが4万とかが普通に出てくるでしょ。でしかもそれだけじゃないじゃないですかね。モデロイドとかも出るし SMP も出るし、もうねスーパー戦隊なくなっちゃったからスーパー戦隊のデラックスロボの分はなくなりましたけど、なくなっちゃったからやばいんですけど、いやでね SMP もめちゃめちゃ跳ね上がってるじゃないですか値段ね。で高富もねいろんなのあるじゃないですか。トランスフォーマーもあるしね、シンカリオンもあるしトイライズもあるし、だからもうほんと天文学的な金がなくなっていくわけですよね。だからちょっとついていくの難しいよなと思いました。だから僕はね、そう新しいやつはあんまり手出せねえなって思ってますね今。なんでちょっと様子見してます。なんかちょっと厳選しないと。オタワさんも言ってたんですよ、オフ会の時とかも。あの本当にネットとかで出てるからみんなね全部買ってるっていう風に錯覚しちゃうけど、そういう風に思わないでねって言ってたんですよね。あれは特別だからっつって。だからもうみんなはロボットがね大好きな玩具オタたちは自分たちがねこれぞと思うねずっと大切にできる玩具を選んで購入するぐらいでちょうどいいんですよって。だからね全部が全部満額で手に入んなくったっていいんですよっていう風にオタファさんがねわざわざ言ってたんですよ。今のこの時代こそ染みますねいやだからねもうかなり厳選しようと思います僕は。正直ねそのスーパー戦隊っていう軸がなくなったことでなんかぽっきり折れたって感じしますね。結構無理してでも買ってたんですよ僕実は。そうそうそう、やっぱりね子供のいる、しかもねもう一番金かかりそうな感じの子供がいる、しかも2人もいるおじさんがですね小遣いの中でやってるわけで、だからねやっぱりねそれでね毎月毎月うん万円がすっ飛んでいくわけじゃないですか。いろんなものもろもろ換算すっと、いや続かないなとは思ってたんですけれども、それでもねスーパー戦隊っていうのがロボットの主軸にあったんでね、スーパー戦隊のロボットでもねずっと話題が尽きないじゃないですか。ね、年に4回くらい新規のね商品がポン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 と出て、しかもそれとそれの間にミニプラとかを挟むわけでしょ。そうするともうずっと1年を通してね3分の2か、ね、5分の4ぐらいの期間スーパー戦隊のロボットの情報で結構わちゃわちゃできたじゃないですか。だからこっちもテンションが上がるじゃないですか。でやる気も出るじゃないですか。でミニプラも作んなきゃってなるじゃないですか。っていうテンションのところに別のね宝とか高富とかねバンダイの超合金魂とかね SMP でも別ラインの SMP とか出してきた時に、これもこっちもこれもみたいな座合体が出てみたりモデロイドが出てみたりしてもこれ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 もっていう感じになってたんですよね。だけどその根元のスーパー戦隊のロボットの話題がごっそりなくなったじゃないですか。なんかねなんかぷっつり糸が切れたっつうかね、なんかこのあれもこれもあれもこれもっていう感じはねなんかねなくなりましたね。なんかそのスーパー戦隊が終わって
プロジェクトレッドが始まるよっていう時に結構いろいろ僕言っちゃったんですけど、あの時にねなんかそれに近いようなこと言ってたんですよ。なんかここで結構バンダイとかスーパー戦隊が終わるとかだけにとどまらないだろうなって言って、多分これ他のやつにも発症しますよって、タカラトミーも多分関係してきますよって、なんかね自分の身がそんな感じにだんだんなってきましたね。やっぱりスーパー戦隊がねなくなってしまったことのでかさっていうのはすごいもの、損失ってすごいものがあると思いますね。これバンダイだけじゃないですよ多分。でしかもねロボットだけじゃないですよ、特撮全部巻き込むと思いますねこの流れ。いやーこれはね結構自分の分かっているからそうならないようにって思っている僕がそうなりつつあるので、この値段とねこの文化的損失となんかいろいろな複合的要因によってこれはねなかなかやばいよって思いました。なんていうね、いきなり非常にね寂しくなるような話題を出してしまったんですけれども、いやでもな最近結構ほんと感じてるんですよね。えっとえーどこまで読んだんだっけな。えっとオトカメラダーセイバーさん、昨日発表されたコンバトラ V6 驚きありましたがかっこいいです。よろしくお願いします。コンバトラ V 倒れて大丈夫ですか。ありがとうございます。コンバトラ V、今年生誕記念なのでコンバトラ V6 発売、コンバトラ V のブルーレイボックス、発売、今後さらに発売すると思います。いとこと自分ビーストウォーズ世代で大好きです。母も大好きでビーストウォーズスペシャル東映アニメフェアのビーストウォーズメタルス当時見に行きました。コンバトラ V ボルテス5超合金自分好みですね。いつか手にしたいです。なるほど。そうなんですね。コンバトラ V ね。そうですね。ビーストウォーズ、オトカメラガセーバーさんもビーストウォーズ世代なんですね。やっぱりそうですよね。やっぱあっこら辺の世代だと、いいですよね。昨日ね、ロボット元飲みに行かせていただいた時に、ちょうどね、ビーストウォーズの、やつね、出してもらったんですよ。ビーストウォーズネオで出てきた、なんだっけ、馬のやつ。また名前忘れちゃった。あれがねめちゃめちゃいいなと思ってちょっと興奮しちゃってました。ビーストウォーズね、でしかもあとねビーストウォーズセカンドの合体戦士ね、あれはちょっとテンション上がりますよね。だからもうああいうの子供の時触ったらやっぱそっち側にやっぱこう興味がね持ってかれるだろうなっていうのは思いました。もう僕も馬のやつ超欲しい。今からずっと探そうと思ってます。オトカメラダセーバーさん、今懐かしいの超合金の発売はすごいです。新たな世代が興味示すために、発売してるそうです。もしかしたらコンバトラ V ボルテス5の新たなバージョンの超合金発売すると思います。高いですね。物価高解決してほしいです。総理大臣たちバンダイを救ってくださいと言いたくなります。なるほど。
高市早苗さんにねバンダイを救ってくれといや高市政権はね頑張ってると思いますしめちゃめちゃ各所でぶったたかれまくってますけど、でもできる範囲内でやってるんじゃないのとは思いますね。高市政権は頑張ってますけど自民党はクソですね。だからそこら辺でねしのぎ合いみたいなのはあると思いますよね。でも、積極財政やっていこうとしてるんでしょうから、これでね多分抵抗勢力っていうのがめちゃめちゃあると思うんですけど、多分自民党の中の7割8割はね抵抗勢力だと思います。だからね結構ね高市政権が今樹立して立ってるのってね意外と奇跡なんですよね。本当にね奇跡なんですよあれ。今ってね結構奇跡の上に成り立ってる感じですよ日本。いい方ですよ、いい方のね。だからいや決して悲観してないんですよ。ただ多分このままだと潰されるんじゃないのっていうのはありますよね。なのでぜひね積極財政頑張っていただいて物価高を解決していただいて、ぜひぜひ超合金魂のね値段を下げていただくか、超合金魂の4万払っても全然鼻くそほじる程度の痛みだよって言えるぐらい収入を上げてくれるかそれぐらいのね世の中になればバラ色ハッピーですよね。ぜひ頑張ってほしいですね。チアンさん、正直な話最近超合金金属パーツってどうなんだろうってそもそも論に行き着きそうな自分です。チアンさんわかるな、言いたいことわかります。変形合体に邪魔なんでしょわかるで分かってないんですよ。意味が分かってない人がなんか作ってんのかもななんていう風に思ったりもしてますね。超合金っていうのがあること自体は僕はすごくいいことだと思うんですよ。やっぱりねロボ玩具は宝なんで、おもちゃじゃなくてね宝物なんですよ。なんで持った時の鉄の感触とか重みっていうのは僕はねかけがえのないものだと思ってるんですね。ただそれが良しとされるのはやっぱりねボイトイなんですよ。つまり変形とか合体とかっていうこの手遊びのおもちゃなんですよね。だから合体できるっていうことを前提としたロボにのみ適用されるもの、例えばですよ、例えばこういうものです。こういうやつ、おっとはいおもむろに出てきたダンクーガ、こういうのですよね。要は合体変形遊びができるというものに特化している、要はおもちゃですよ。でこれは僕の子供の時の宝物になりました。でもやっぱりね合体変形ができるっていうことが全てになので変な稼働とかがないんですよね。で七実合憲でこんなんしても取れないんですよ。でこういう作りであるっていうことでを前提にしてこういうところが金属とかね、ここにも金属がふんだんに使われて、ふんだんではないですけどこういうところ足とかねところに金属パーツ使われてるんですよね。だからこの金属とクリアパーツとみたいなのがちゃんと使われてるっていうところになんかおもちゃの凄みみたいなのが出てきてよかったんですけど、最近は稼働が入ってないとダメってなってるじゃないですか。なぜなら大きなお友達も大きな収入源になっちゃってるから、そこの人たちの興味をそそるっていうことを無視ができなくなってるからですね。
だから可動もちゃんと盛り込まなきゃいけないとか、変形もちょっと複雑にしなきゃいけないとか、プロポーションもちょっとねシュッとさせなきゃいけないとか、アニメ寄りにしなきゃいけないとかっていうファクターが入ってきてるんですね。こういう中において超合金っていうのも確かいいんでしょ、確かみたいな感じでぶち込んでくるんですよね。しかもその分量も分かってないから、いやこの面積を鉄で作っちゃったら重たくてしょうがないしね、ちょっと動かしたら重みでプルンって外れてみたりなんかねしちゃうから、変形合体遊びに支障が出るんですよ。だから金属パーツを使うんだったら重みも計算に入れて、ちょっとこれが外れちゃった。こういう感じでこうしても金属ですからね、これ胴体全部だけど外れないんですよ。こういう分量でやってくれっていうことなんですよね。遊びっていうものからの逆算で計算しろっていう話なんですけど、今の設計思想にそういうのがないんですよね。なのに表っ面だけの金属使えばなんかいいんでしょみたいな、なんかそう浅いところで作ってるような気がしてならないんですよね。というなんかまたなんかいろんなところが怒られそうなことを言い始めてしまったので、ここら辺でやめときますいけないちょっとね止まらなくなるんですよね。昨日ねちょっとロボ友とね飲んだ時にやっぱりね、いろんな各所では言えないようなねお話もいっぱいあるので、そういうのをねこのクローズドの世界でちょっとねぶちまけてきたんですけど、その余韻がちょっと残っちゃってますねよくないですね。歯止めが効かなくなってる。やめましょう。おとかめながセイバーさん、本当のところどうなのか真実を語ってほしいです。他の YouTuber さんが、真骨頂高くなったとおっしゃっていました。真骨頂って仮面ライダーとかのやつですよね。嘘はダメですよ、騙されないですってですね。2011年3月311あれどこ行っちゃった。311に起きた地震も放射能起きてませんと嘘ついてましたね。自分は、ソフビフィギュア、仮面ライダーシリーズ、ウルトラマンシリーズ、プロジェクトレッドシリーズ、ゴジラシリーズ、エヴァンゲリオンシリーズのアスカ・ラングレーグッズだけにしています。自分の場合はまだ2000円台3000円台なので助かっています。戦隊ロボを聞いたら超合金戦隊ロボだけ最初だけ、特別価格で欲しいですね。1号ロボだけってことですね。なるほど。自分は完全に絞っていますが、シリーズで毎回発売しているのは買いすぎた。気をつけようと思います。ウルトラ怪獣は昔たくさん買ってました。今はウルトラシリーズのレギュラー怪獣だけ買ってます。 YouTube で昭和のおもちゃ見たら、超合金の仮面ライダースーパーワンなどを見ていていいなと思っています。なるほど、いろいろあるんですね。まあね、仮面ライダーシリーズもねかなり高騰しているみたいですね。僕はあんまりそのギミックのないフィギュアとかは手出さないようにしてるので助かってるんですけれども、確かにねああいうところもかなりね値段が上がってるみたいですよね。でしかも仮面ライダーの場合結構数揃える方多いのでね、単価高くなるのは結構痛いですよね。仮面ライダー種類が多いからね、フォームも多いですもんね。何回パワーアップすんだよみたいなね。だから結構大変ですよね。僕もギーツが子供がすごい好きになったから僕も好きになって、あれギーツめちゃかっこいいじゃないですか。でギーツのさなんでしたっけ、合体してさ上半身と下半身合体してさいろいろ組み替えで遊べるやつ、あれがめちゃくちゃ良くてハマっちゃって、あれ全種類集めたんですよね。でプレミアムバンダイって出てきたとね、プレイ版限定のやつも全部揃えて、
あれはねめちゃめちゃハマっちゃいましたね、仮面ライダー玩具。いやでもまああれはねそこまで値段しなかったからよかったんですけど、結構仮面ライダー系は単価上がるときついですよね。また変身グッズとかね、なりきり変身グッズ系、ベルト系のやつとかね、ベルト周りのアイテム系とか全部揃えようと思ったら大変な額になりますよね。いやー、桑原ウルトラマンね、いや絞った方がいいですよ。全部集めたら大変ですからね。ケイタさん、あの馬ビーストモードもめっちゃかっこよくて自分も欲しくなりました。ビーストウォーズネオンのやつでしょ。あれすごいよね。馬になんですよ、本当ガチの生みたいな馬に変身するんですよ。でね、馬の尻尾あるでしょ、あれがねリカちゃんの髪みたいな感じでふっさふさなんですよ。で変身した後のロボにもお下げ髪があって、それもねリカちゃんの髪の毛みたいにねふっさふさなの。あれちょっとねすごいね。あれ馬すっげえ欲しいって思いました。かっこいいですね。でたてがみのところビューンってやるとビヨヨヨヨンっつってね首が伸びるギミックがあるんですよ。ギミックもめちゃめちゃ秀逸ですね。いやーだからレベル高えって思いました。オトカメナダセイバーさん、自分前にオタファさんの動画で見た超合金レオパルドンバトルフィーバーロボ夢中になりました。お気に入りですね。自分もロボお宝だと思います。ソフビフィギュアなども同じくお宝です。タンクがリアリティですね。自分の持っているソフビフィギュア昔と違って時代を重ねてテレビシリーズ再現すごすぎることになっていますね。自分は超合金持っていないんですがいいと思います。今年12月発売超合金装着変身が初になります。集めるんですが、超合金装着変身は毎年、発売しても時間かかると思います。それは助かります。なるほどね。いろいろありますよね。そうそう、装着変身ね、仮面ライダーブラック RX でしたっけ。違う違う、クーガだ。クーガですよね。クーガのね装着変身シリーズめちゃいいですよね。あれね僕も持ってて持っててっていうのは昔のやつね。あれがねもうめっちゃくちゃ良かったですね。だから今回のねリメイクされてちょっとやっぱレベルアップしてますからね。だから装着なんか仮面ライダーのおもちゃってなんか装着変身シリーズが正しいね、メインのロボ玩具仮面ライダー玩具って感じがするんですよね。だって仮面ライダーってメインは変身することじゃないですか。ロボット玩具ってメインは変形して合体することじゃないですか。仮面ライダーは変身することじゃないですか。じゃあ変身することがメインのおもちゃのギミックなはずじゃないですか。なのに変身するおもちゃの玩具ってほとんどないんですよね。だから装着変身シリーズしかないんですよ、答えは。ってなったらその装着変身シリーズをなんかねこうパワーアップさせるというかレベルアップする形でやっていきゃいいのにみたいなね。バンダイなんてセイントクロスマイスシリーズとかでセイントセイヤでなんかいろいろやって頑張ってるじゃないですか。だからね形をなんかねちょっと仮面ライダーの方にもフィードバックしてねいろいろやったりすりゃいいのにっていうのはちょっと思いますよね。でも装着変身シリーズはちょっと楽しみですね。チアさん、リボルブチェンジシリーズそうリボルブチェンジシリーズそうです。名前が出てこなかったガイムのアームズチェンジシリーズ並みの出来でしたね。わかる。ガイムのアームズチェンジも良かったですね。あれの勝ち時アームズめちゃめちゃ好きでした
でうちのね子供もね結構気に入って遊ばせましたね。でうちの子ねメロンアームズが好きで、だからねあれ結構塗りましたね。追加塗装してね豪華にしてやりました。うん、結構いい思い出ですね。そうだから仮面ライダー、そう、まさに千奈さんおっしゃる通りですね。やっぱねちょっとリボルブチェンジとねアームズチェンジはギーツとねガイムはね結構レベル違った。あれは楽しかったね。よっとオトカメラガセーバーさん、仮面ライダーブラック RX からフォームチェンジが始まり、仮面ライダークーガから仮面ライダー Z までたくさんフォームチェンジがあるので半端ないです。自分は全部言えます。仮面ライダーギーツリボルブチェンジシリーズですね、プレミアムバンダイだけじゃなく仮面ライダーストアでも販売されましたがやめています。フィギュア王の装着変身インタビュー対談で今年4月29日に公開したなるほど、いろいろありますよね。フォームチェンジ始祖は多分スーパーなんじゃないですか。パワーアップの始祖がストロンガーで、僕ストロンガーがねめちゃくちゃ好きなんですよね。チャージアップ初めての仮面ライダーパワーアップね、あれめちゃめちゃ好きなんですよね。だからあれで出たやつSIC のストロンガーがめちゃくちゃ好きで、やっぱストロンガー自体が好きな上に SIC だとストロンガーの時のねものすごいでかい頭とものすごいでっかい肩っていうのが、でしかもモコモコの肩ねがなんかねすげえかっこいいスタイルと、なんかね金属板に変わってるんですよ。金属アーマーに変わっててめちゃめちゃかっこよくなってるっていうね。だからねパワーアップ好きなんですね。でスーパーワン僕ね時代なんですよ。多分僕リアタイが仮面ライダーはスーパーワンでウルトラマンはね80なんですよ。だからねあれは結構好きでしたね。フォームチェンジっつっても手袋変わるだけですけどねああいうのも含めてねいろんなフォームがいっぱい出ちゃうと金がいくらあっても足りないですよね。今なんてガラッと変わりますからね、いろいろ。チナさん、装着変身仮面ライダー、G7 出せば売れるし買いますね。確かにね、あれが出ますもんね、映画でね。アギト出てこなかった。アギトの映画ね、僕まだ見てないんですけど実は。いやでも確かにね、僕はどちらかというとね G3X の方が好きなんですよねなんかガトリンガチャコンっていう風になるガトリングガン含めてあれいいよね。なんだろうちゃんとねなんだろなんだろうなゲッターロボみたいな感じでもうちょっとまあ分かりますよねみたいな感じで変身した後は光にまみれて突然スーツになるみたいな、そういうね不思議パワーで変身みたいな感じじゃなくて、もうほんとちゃんとトラックに置いてあって、装着する時にはトラックに入ってカチャ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 やんないとできないっていう、あの感じ結構好きなんですよねあれ結構好きなんですよね。だからウィンスペクターとかも結構好きなんですね。わざわざ乗用車のね車に戻って装着とか言ってバッてボタンを押さないと車の中のシートにね座ったままこうね変身するんですよ。でそこでカチャ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 ねくっついていくんですね、アーマーが。で最後ヘルメットかぶって
ね、ファイヤー使ってね、車から出てくるんですけど、だからね、ああいう無駄なプロセス大好きなんですよね。うん。だから、装着変身ね、まあ出てます。あのアギトの時にあったんですよね、まだね。だから G3X はあるんですよね。ただ G7 はないんですよね。だから確かにね、あれば絶対に売れますよね。男ライダーセーバーさん、アギト超能力戦争の仮面ライダー G7 発売したいと書かれていました。仮面ライダー、新月、大人気ですよ。外務のね、チャージアップストロンガーが初の仮面ライダー最強形態です。弱点は1分過ぎると爆発するので大変です。そうですね。そうなんだ。G7 の装着変身は発売できたらいいなっていう風に言っている人がいるってことですかね。中の人に。なるほどね。そうそうそう。チャージアップね、めちゃめちゃ好きなんですよ、僕。というね、全然関係ない話をめっちゃしてこれがいいんですよ。最初のね1時間ぐらい50分ぐらいをね、完全に全然関係ない話をするというね。もう1時間関係ない話してました。さあということでですね、温まってきましたので、今回のメインイベント、メインディッシュというかね、本題のこちらをやって、レビューしていきたいと思います。さあ今回ご紹介するのはこちら、タイムボカン24から、デラックスメカ布団だ、イエイということで、デラックスメカ布団の方をご紹介していきたいなと思います。はい、こちらの方はですね、今回ご紹介しますのはこのタイムボカンシリーズのリメイクというか、平成でねリメイクされた、シリーズがあるんですけれども、タイムボカン24ですね。仮面ライダー24、2016年、に放映されたタイムボカンのね新しいシリーズだったんですね。でこれがですね、タイムボカンシリーズってタツノコプロがのもう超大名詞的な大目玉なねコンテンツになるんですけれども、代表的なタツノコプロの、大黒柱のですねシリーズになっておりますね。でいっぱいねタイムボカンシリーズの、シリーズはいっぱいあるんですけれども、そこでですね、結構大巨人とか、三冠王とかね、タイムボカンシリーズで出てきた有名なねかっこいいロボットとかもいっぱいあるんですが、今回のこのタイムボカン24でリメイクされたのはね、初代の最初のタイムボカンなんですよね。で最初のタイムボカンはこういった形でね、カブトムシとか虫系のロボというかマシンに乗っかってこうタイムスリップをしながらですね、悪と戦うというね、面白おかしな冒険活劇だったんですけれども、今回のこの24でリメイクされましたらですね、この虫型のメカのオマージュはそのまんまねがっつりやりつつも、ロボ要素も持ってきたというのがね非常に素晴らしいところなんです。でしかもね、これを手掛けたのがですね、タツノコプロじゃなくてですね、レベル出てこない、レベル5だ。そう、タツノコプロなんですけれども、このね24だけはレベル5っていうねゲームとかも手掛けている、クロスミックスクロスメディア戦略がですね非常にうまい会社さん、妖怪ウォッチとかやってるところですね。でガンダムとかだとガンダムエイジとかやったりしてたとこなんですけど、そういうところがね手掛けたやつなんですね。でね、おもちゃもねかなり気合入ってるんですよ。でデラックスなんですけど、これねすげえ金かかってね、めちゃめちゃ
頑張って作ってるんですよね。だからね、前々からすっごい気になってたんですよ。実はね、僕ほとんど触ってないし、アニメもね実は見てないんですね。ほとんど見てないです。だからね、中身とかあんまり知らないんですけど、でもねすごい気になってて、だからひょんなことからねちょっと手に入れることができたので、ちょっとね今回生配信でねちょっとご紹介できたらなと思いまして、題材に挙げさせていただきました。まずはですね、こちらのメインのメカ布団の方からご紹介していきたいと思います。そうそうそう。今回ね、このメカ布団は、これ、カブトムシ型マシンからロボに変形できるんですね。で、このメインのロボに、さらにですね、こういうお助けマシン、お助けメカっていうのがありまして、でこのお助けメカとですねコスプレ合体をすることによってフォームがいろいろ変わるというね、そういう機能がございます。なのでこういうねお助けメカたちもいるんですが、ちょっとね今回時間の兼ね合いもあったり、僕の体力的な兼ね合いもあるので、なんかねできたら何個かやろうかななんていうふうに思っております。はい、なのでちょっとメインのメカ布団の方をいじくり始めていきたいと思います。はい、こちらがねメインのメカ布団です。いやめちゃめちゃちゃんとしてますよね。初代のタイムボカンのねなんだっけ名前出てこねカブトムシのマシンをものすごくねリスペクトをしてリファインしたって感じがしてすごくかっこいいですね。でしかもこれおもちゃとしてねすごくクオリティが高いのは、これにさらにねライト&サウンドギミックもめちゃめちゃ豊富に搭載されてるんですよ、ここに。でね、ここボタンを押すとこんな感じでね、あれああれ出てならないぞ。ここか。スイッチを切っていた。なった。よいしょ。こんな感じでこの肩がね緩くなっちゃってるんですよね。いきます。こんな感じで、ここねちょっと見えにくいんですけど、ここにねライトが光ってるんですよ、ブルーに。でね非常にこのね音声も鳴るし、この段階でほらここ光ってるんですね。でここクリアパーツなんですよ。全面っていうかね大面積クリアパーツで覆ってまして、非常にね質感がいいですね。ちゃんとしっかり作られてるって感じします。でねギミックもめちゃめちゃね面白おかしなギミックを盛り込んでて、いや非常にいいと思いますね。ここもねこんな感じで羽も広げることができますので、飛行形態を取ることもできます。総じて可愛くてかっこいいっていう感じ。ふざけてる感じの作風なんで、おふざけ系のロボなんですけど、いやそれでもね全然かっこいいし、ギミックもちゃんとしてるし、いやとっても面白かっこいい系だなと思いました。いやこれ素直に、いや質感めちゃめちゃいいですよ、ロボ玩具としては。ちょっとねボールジョイント対応してるんで扱いづらさはちょっとあるんですけど、だから
子供が扱うにはちょっとむずいかもなっていうところはあるんですが、いやでもね、総じてロボ玩具としてはね、すごくいいと思います。僕はね、すごい気に入りました。こちら、これがはい、カブトムシ形態ですね。かっこいいカブトムシ形態。ここからロボに変形していきます。これね、ロボに変形する変形機構もね、すごい凝ってるんですよ。なのでね、ちょっとやっていきたいと思います。まずはですね、こちらカブトムシの頭部、こちらを取り外します。そうしましたらね、ここにですね、武器がありますので外しておきます。はい、そうしましたら、よいしょ、足ですね、ここに足があるんですけど、まずこちらの虫側の方の足ですね。この虫側の方の足、これね、4本、後ろ側に4本あるんですけど、これ2本ずつこうやってセットにして、まずここではい、くっつけておきます。はい、そうしましたら、ここにね、こういう感じでつながってるんですけど、これを内に寄せると、ほら、自然とこう揃ってくれるんですよね。これもすごいですね。なんかほんのちょっとのことなんですけど、なんかちょっとね、感動します。はい、そうしましたら、ここ足が入っておりますので、この足をクランクで伸ばします。はい、そうしましたら、この足と、はい、カブトムシの足を揃えます。こちらも同様ですね。で、こんな感じで足を揃えておきます。はい、そうしましたらね、こちら前側の足ですね、これを上側のねパーツを回転させることで、なんとこれでね、腕になるんですよね。この仕様って結構珍しいですよね。これも非常に面白い変形。はい、そうしましたら、こちら上半身をガバッとガバッと後ろ側に回します。はい、そうしましたら、ここで軸につながっておりますので、ぐわっと後ろ側にまとめます。ほはい、そうしましたら、こちらですね、取り外しました兜の頭、こちらをぐわっと開きますと、これがブレストパーツになりますので、こちらを合体、ババンということで完成しました。さあ、これで完成。メカブトンロボモードだ、イエイ。おー、完成いたしました。いや、なんかすげえちゃんとかっこいいですよね、ロボとして。なんかね、ちゃんとかっこいいんですよ。で、こちら先ほど取り外しました剣なんですけど、こうやって展開しまして、でこれを腕に持たせます。はい、そうすると、おお、非常にかっこいいですね。なんだろう、なんかなんだろうね、このちょっとね、五頭身というか、SD 体型チックな感じのね、可愛らしい感じかつかっこいい感じがね、やっぱこう小学生とか、ちっちゃい子、男の子に刺さりそうですよね。可愛くてかっこいいっていうね、
ここら辺のね、いい感じのとこついてるデザインだなと思いました。ちょっとね、渡るっぽいですよね。渡る実がある。渡るのね、プラクションシリーズ的な感じ。そういうね、そういう系の良さがありますよね。だからね、すごくかっこいいと思います。ね、ちゃんとかっこいいんですよ。そしてここのね、スイッチを押すと、すごいですよね。これ LED の色もね、ちょいちょい変わるんですよね。ほら、カブトパワーの時だけ赤くなるんですよ、目が。だからこのライト&サウンドギミックも搭載していて、ちゃんと変形するしね、質感もめちゃめちゃいいですよね。クリアパーツもふんだんに使われてるし、ここ金メッキだしね。いや、これはね、めちゃんこかっこいいですよ。で、可動はですね、ちょっとここが開きます。開くけど、足のこのスイングみたいなのはないですね。なので、まあちょっと、股を少しだけ気持ち開くことができるぐらいが、なので足はほぼほぼ固定です。ただ、腕は回せますし、これぐらいは脇を、広げることはできると。で、肘も曲がりますよ。こんな感じですね、可動としては。でも、ロボット玩具としての、可動はね、こんなもんでいいと思います。いや、むしろ、これ正解ぐらいの可動だなって思いました。なのでね、ほんとこれぐらいでいいですね。あとちょっと、よく言えばももに少しロールが入ってくれてたらベスト。ここにね。でそれ以上動く必要はないですね。ロボット玩具は。特に変形合体するやつ。だからここら辺、こんぐらいのね、可動が一番心地いいですね、僕は。いや、でもね、単純にかっこいいなぁ。いや、いいですね。上質。すごい豪華な渡るのロボ玩具って感じしました。これはちょっと楽しいな。だから結構、僕がね、小学校の時とかにこれ出てたら、いや、めちゃめちゃ欲しくなると思いましたね。で、さらにですね、ここからですね、そっか、その前にちょっとコメントをいただいてました。オトカメラダセーバーさん、自分はウルトラマンはウルトラマングレートパワードから、メビウススーパー戦隊はファイブマン、ジェットマン、ゴーオンジャー、仮面ライダーはネオライダー、クーガから、キバメタルヒーローはソルブレインからロボタック世代ですね。そういうことなんですね。いろいろ、そうですね、いいところでもありますよね。ウルトラマングレートもね、良かったですよね。海外のね、やつでね、僕もビデオで見ました。あの時のね、レンタルビデオで見ましたね。あれはちょっと、時代が変わったって感じしましたよね。画質も全然違うしさ、そもそも外人だし。でね、なんかね、こう、怪獣とかのテイストも変わるしね。なんかね、ほんと、日本がやってたスーパーワンとかまでのやつはね、ちゃんとなんか、つぶらやの怪獣って感じなんだけど、もうね、グレートからね、
なんだろう、クリーチャーみたいになるんですよね。異形のやつになってくるんですけど、なんかねそれがすっごいかっこよかったっていうイメージがありましたね。いやウルトラマングレートはいいですね。クーガもねめちゃめちゃ好き。僕もクーガめちゃくちゃハマってね、何周しただろうって3周ぐらいしましたね。めちゃめちゃ好きでしたクーガ。あれはちょっと度肝抜かれましたね。チアさん、さて本題に移りましょう。いつもねもう本当に長々とねアイドリングタイムをさせていただいております。音カメラがセイバーさん、メカ布団たち可愛いです。メカ布団ロボモードかっこいいです。いやね、これなかなか今の時代そんなにないですよね。なんだろう、その変なおしゃれ感がないんですよ。直球渡るとかもそうじゃないですか。おしゃれ感じゃないんですよね。かっこいいのと可愛いのの直球なんですよ。だこれがいいんですよね。変なおしゃれはいらないっていうね。なんかスタイリッシュでおしゃれな感じを醸し出しているやつが結構あるじゃないですか。それいらないなっていうね、いらないテイストだなっていうふうによく思うことがあって、これにはねそれがない。嫌味がない。それがねすっごい僕はいいですね。ちょうどあったからちょっと比較で出しましょう。じゃじゃーん。こっちはねちょっとね特別版のロボ玉なんでちょっとね上質感が溢れ出てるんですけれども、いやでもねこういう感じですよね。この系譜ですよ。いやいいね、いい。いやだからねそういう意味ではもう非常に上質なデラックスロボって感じがしますね。チャーさん、嫁さんから可愛いかっこいいいただきました。おー、ありがとうございます。やっぱこれいいですよね。やっぱねこのねロボもかっこいいのはさることながら、やっぱ兜の時にねかなり上質素晴らしいテイストになってるんですよね。なんか自然になったでもびっくりしたそう褒められて嬉しかったのかな兜の変形前の兜モードも僕かなり好きなんですよね。でオマージュ元になった初代のあれの時はね、タイムボッカーの時は後ろにねちっちゃいねホタル型のメカもね合体してるんですよね。でタイムスリップして探索する時はねそのちっちゃい小型探査メカみたいな感じでね外れるんですよ、テントウムシ型メカが。あれもちょっと再現してくれてたら楽しかったなと思うんですけど、これの2号ロボがいてですね、クワガッタンっていう2号ロボがいるんですけど、このクワガッタンはそれをオマージュしてかですね、なんかちょっとね背中に背負っているちっちゃいメカがいるんですよね。そこら辺もねちょっと過去シリーズからテイスト拾ってるのかなって思ってるんですけど、いやそういうねオマージュもちゃんとしっかりしてるのがすごく好印象というかね、レベル5やるやんって思いましたねMKMK さんかっこいいな。どうも MKMK さんよくお越しくださいました。ありがとうございます。めちゃめちゃいいでしょう。もうねこれねかなり気になってたんですよね。僕も実は今ね初めて触るぐらいのレベルですでもねずっとね欲しかったんですよねこれ。チアさん、
手の丸みがキャラクター性を引き出してますね。そうですね。もうほんといいところの着眼点で。やっぱね、こういうところですよね。丸みを帯びているところも親しみやすさとかね、やっぱ子供が安心する感じのデザインですよね、総じて。子供が安心してとっつきやすい感じの、優しさのあるデザインに、ベースがかっこいいロボっていうね。このラインがね、本当に素晴らしいですね。ケイタさん、最近スタイリッシュなロボが多いから、こういうずんぐりかわいい系もいいですな。ほんとそうですね。やっぱりね、こう、ロボはね、いろんなやつを味変するのが正しい作法ですよ。でもね、かっこいいのもいいんだけど、かっこいいのだけだと疲れますからね。で、あと、ものすごいね、複雑なね、トランスフォーマーのスタジオシリーズみたいなさ、パタパタ変形でさ、もう、何十通り、何十工程あんだよっていうような変形も、やりがいがあっていいんですけど、でもこうね、チャ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 で変形完了っていう、この落差加減と、このね、ずんぐりむっくりした可愛くてかっこいい感じっていうのも、やっぱね、疲れた時にはちょうどいいですね。これぐらいがちょうどいい。さあ、そしてですね、お助けメカたちをちょっとやっていきたいかななんていうふうに思います。はい、こちらはですね、母艦メカっていうやつなんですけど、この、はい、メカブトンに合体してですね、パワーアップ形態というか、に、変形するためのアーマーパーツとしてね、合体できるやつらです。で、これね、全部で母艦メカはですね、8体いるんですよ、8体。もしかしたら僕が知らないやつがいるかもしれないですけど、はい、知ってるやつは8体いるんですね。で、僕6体持ってんですよ、今。2体足りないんですよね。で、今回ね、やるのに一番最初に、出すべきは、カットンボっていうね、トンボ型メカが、一番ふさわしいんですけど、僕ね、このね、カットンボと、あとね、なんだっけな、カットンボと、カマキリッパーだ。カットンボとカマキリッパーを持ってないんですよ。でね、これがね、結構まあまあメインどころのアーマーだったりするから、すっごい口惜しいんで、ぜひ、近々手に入れてやろうって思ってるんですけど、なので、ちょっとね、本来だったらね、カットンボから行きたいところなんですが、はい、そちらを飛ばしまして、今回はね、こちらの8ブルーン、こちらを紹介していきたいと思います。はい、こちらはですね、メカブトンとかクワガッタンっていうね2号ロボがいるんですけど、こいつがねピンチになった時に、はい、お助けメカとして呼び出されるですね、昆虫型サポートメカですね。はい、はい、そしてですね、こちらは8型のメカで、これはね実はヘリコプターなんですね。なのでここがちゃんとねこういう風に回転するというギミックも有しております。でしかもですね、このはいタイムボカン24のすごいのは、なんとこのお助け系のですね母艦メカたちも全部サウンドギミック搭載してるんですよ。ただね、ちょっと今回こいつ電池が切れちゃっててならないので、ちょっと今回はオミットさせていただきますが、すごい豪華な作りなんですよね。ただのサポートメカなのに、バリエーションを出すサポートメカなのにね、すごい豪華な作りですね。しっかりしてますでしょ。だから変な話ね、昨今のスーパー戦隊のデラックスメカっ
とかでねバリエーション出すために合体するメカいるじゃないですか。ああいう系よりも全然豪華な作りですね。うん。ちょっと驚きです。時代的にも良かったのかもね。うん。まだこの頃の時代は、豪華な作りの玩具も出せてた時代だったのかもしれないですよね。はい、そしてこのね8型メカはですね、こういう感じでなんと、はい、体勢をちょっと立てるポジションにすることも可能なんですね。ちょっとねあんまり変わんないんですけど、ただねそういう風なこいつ単体でも少し遊べるというね、はい、そういうギミックも持っております。要はこの状態になった時にこの8の針で攻撃する、攻撃形態のようなこんな感じですね。スーッつってぐさっと刺すみたいなね、はい、はい、そういう感じのギミックになっております。さあここからメインのこのメカ布団と合体していきたいと思います。はい、まずはですねこちら合体する際にですねこちら上のローターを外します。はい、ローター外しまして、でこちらのバックパックですねこちらも外します。はい、そうしましたら後ろに取り付いております尾っぽ、こちら取り外しまして、こんな感じの構成になっております。はい、それでですねここからメカ布団に合体するんですが、ちょっと残念なところがあるのは、このバリエーションの合体、コスプレ合体っていうんですけどこのコスプレ合体する際にですね、なんと元のになっているメカ布団のパーツをですねいくつかパージしないといけないですね。はい、余剰パーツです。まずはこの胸のかっこいいブレストパーツ、これ余剰です。それとですねこの頭部、この頭部ね、はい、簡単に取り外せるんですけど、これも余剰パーツです。でこの余剰パーツをパージしまして、新たなパーツを取り付けていきます。まずはこちら尾っぽの部分を手にコンバートします。そうしましたらローターを合わせますとこんな感じで、はい、剣になりますので、こちらの剣を持たせます。はい、そうしましたらこちらですね、頭部、こちらは蜂の頭を後ろ側に持ってきまして、でこれをバイザーを上に上げて、で、はい、このように顔を出します。そしてヘッドオン。そうしましたら胸パーツの方を取り付けましたら、さあこれで完成。はい、メカ布団海賊王だ、イエイ。おー、合体できました。これがねコスプレ合体ですね。コスプレ合体して海賊型のメカロボになりました。これはやっぱりこれはこのコスプレ合体側の方の音声になるんですかね。そしても連動はしてないな。ちょっとあれですね、電池がなかった電池があったらこれ押すことによって変わりますね。音声が変わるんですよ、さっきのメカ布団とは。だね、これがね非常にそういう部分でもレベルが高い玩具としてね。これもね
やっぱりねこう頭部を丸っと差し替えたから頭部もねちゃんとしっかり作り込まれてますね。だから非常に豪華です。なんかこの中途半端なバリエーションチェンジって感じじゃないですよね。結構まあまあな面積、新しい新規パーツになるから印象としても非常に豪華でいいですね。おざなり感がない。いやこれはねとってもいいと思います。これもったいないんでなんかつけられないかな、ここにこういう感じでつけられたりして、つけられる？無理か。できないんだ。でもいけた。ちょっとね中途半端な甘噛みになるんですけど、ここがねはまんないんで、このジョイントがこの片側だけはめる格好になるんですけど、でもちゃんとはまりますね。いけた。余りパーツ1個なくなりました。いいね。でこいつは兜の時にでもダメか、中に入っちゃってんだ。中に入っちゃ違うこっち側だ。だからこれはつけられるかな、どうだろう。ちょっとやってみよう。これをここに取り付けてこうすれば干渉する。ダメか。いける？ダメだ。ちょっとかなり干渉しますね。ダメですねこれは。なんかちょっとこいつはなんかしたいな。なるべく余剰パーツをなくしたい。せっかくね結構いい感じなんですよ、こう合体が。いけた。まあまあちょっと出てるけどいいか、これでいいですね。ここに装着できました。あとこのヘルメットいけてるかな。いけてますかね。すみません。今あれこれいけてるよね。いけてる？一応ですねこちらいけたか。すみません。ちょっとね今ねこれスマホで配信してるんですけど、スマホの電源がね落ちてしまって申し訳ありませんでした。今ねなんとか電源をつないでですね恐る恐るやっております。いやでもね多分ねいつまた落ちるかどうかわかんないような状態ですね。なのでねこちら海賊王までレビューさせていただいたんですけれども、一応こちらのね余りパーツをなんとかくっつけて終わりたかった完全にはできなかったですけど結構ちゃんといろいろできたっていうことで良かったなと思いましたね。他にもねいろんなやついますので次回はね俺合体コンテストになりますので、その次の機会にですね残りの
ボカンメカとか、あとはね、2号ロボでありますクワガッタンとかをレビューさせていただきたいななんていうふうに思っておりますので、ぜひぜひ次次回のですね生配信で続きをレビューしたいと思いますので、そちらの方もご参加の方よろしくお願いいたします。今回は申し訳ございません。ちょっとね電源がなくなりそうなので、この辺でおいとまさせていただきたいと思います。次回も、次回は、俺型コンテストということで皆さんで盛り上がりたいと思いますので、そちらの方もぜひぜひご参加の方よろしくお願いいたします。それでは、お付き合いいただきましてありがとうございました。バチでした。また次回の配信もよろしくね。バイバーイ。またねー。